さあ今回も UNON の更新内容を紹介していくわよ。今回はどんな変更があったのでしょうか？大きく変わったのは適用の方法と、観戦機能が追加されたことよ。早速紹介していくわね。よろしくお願いします。まずは適用の方法について、大きな変更があったわ。今までは ZIP ファイルの内容を適当な場所に展開して、10応援を起動してから UNON.exe を起動するという流れだったけど、今回から10応援のフォルダーにファイルを配置する方式に変わったわ。新しい ZIP ファイルを展開すると、d3d9.dll というファイルとモジュールズというフォルダーができるわ。これを10応援のインストールフォルダーにコピーするの。10応援のインストールフォルダーはどこにあるんですか？Steam なら歯車アイコンから管理、ローカルファイルの閲覧を選べば開くことができるわ。CD 版ならショートカットアイコンを右クリックして、ファイルの場所を開くを選べばいいわね。そこに d3d9.dll を置くことで、10応援を起動した時に自動的にモジュールズフォルダーの中身も含めて読み込まれ、うまくいけばタイトルメニューに UNON が追加されているはずよ。毎回 UNON.exe を起動しなくても良くなったんですね。ただし、組み込む方法が変わったことでウイルス対策ソフトの挙動が以前と変わっているかもしれないから、そのあたりは注意してほしいわ。もしタイトルメニューに UNON が表示されなかったら、10応援のインストールフォルダーに d3d9.dll やモジュールズフォルダー内の th19UNON.dll が存在しているかを確認してちょうだい。次は観戦機能を紹介するわね。これは UNON での対戦を他の人が観戦することができる機能よ。ゲーム画面をライブ配信するのとは違うんですか？これは主にオンライン大会をライブ配信する目的で使うことを想定しているわ。オンライン大会では主催者が自分がプレイしていないゲームの画面をライブ配信する必要があるけど、みんながライブ配信ができる環境を持っているわけではないわね。この機能を使えば自分がプレイしていないゲームを観戦することができるわ。これで配信の主催者が常にプレイ中の映像を撮ることができるわよ。観戦をするにはまず、UNON メニューのジョインアズスペクテーターを選ぶの。すると、対戦のホストになるのと同じような画面になって、観戦用のシグナリングコードが生成されるから、これを対戦中のプレイヤーどちらかに渡してちょうだい。そうしたら相手側のシグナリングコードを返してくれるから、それをコピーしてゲーム内に貼り付ければ観戦が始まるわ。観戦を受け付ける側は、まず観戦者の観戦用シグナリングコードをコピーして、ゲーム画面で F1 キーを押すのよ。すると自分のシグナリングコードが生成されてクリップボードにコピーされるから、それを相手に伝えてちょうだい。ただし今は制約として、この操作を対戦相手との接続直後の難易度選択でしか受け付けることができないから注意してちょうだい。ところで、対戦するにしても観戦するにしても、この長いシグナリングコードというものはどうして必要なんですか？これは使用している通信技術に必要な情報で、相手と接続するための全ての情報が入っているからとても長くなってしまっているのよ。どういうことですか？じゃあそのあたりのことを詳しく説明しましょうか。まず UNON のネット対戦を実現している仕組みをおさらいするわね。UNON は人間対人間のローカル対戦機能を利用して、独自に対戦の設定値と乱数シード、そして入力を同期することでオンライン対戦を実現しているわ。ちなみに、これらの情報は UNON 独自のストラクトやエナムで表現して、ラストライブラリの RMP セルでメッセージパック形式に符号化して対戦相手とやり取りをしているわ。そういえばまたラストが用いられているんですね。問題となるのは通信経路ね。通常のインターネットで使用できる低階層のプロトコルには TCP と UDP があって、それぞれ特性が異なるわ。TCP は送信した通りに確実に届くけど、遅延が大きいからゲームには向かないわ。一方の UDP は遅延が少ないけど、送信内容の保証が一切ついていないからデータが破損したり届かないことがあるわ。それと UDP は、ルーターなどのナット機器がある環境でも、いわゆるポート開放なしで通信をする技術があるわね。UDP の方が便利そうですが、保証がつかないのは問題ですよね。TCP の遅延を取り除くことはできないけど、UDP に信頼性を付与することはできるの。UDP に信頼性を付与するプロトコルは複数あるけど、UNON では WebRTC を使うことにしたわ。WebRTC は Web ブラウザーで他のユーザーとサーバーを介さずに通話をするための技術で、マイクやカメラの入力の制御のほか、それらのメディアやバイナリーデータをピア間で直接やり取りすることができるの。WebRTC の通信スタックは UDP 上に構築されていて、TTLS による暗号化や SCTP による通信内容の保証、さらに STUN による NAT 環境下での通信を行うための技術も含まれているわ。なるほど、必要な機能が全て揃っているんですね。これだけの機能があるので、WebRTC は Web ブラウザーのみならずデスクトップアプリケーションで使うのにも適しているのよ。ここからが長いコードに関わってくる話よ。
WebRTC で通信をするには、ICE という仕組みで相手を見つけてコネクションを確立する必要があるの。相手からの接続に必要な情報はシンプルに言えば、自分のマシンの持つ全ての IP アドレスと外部から見た IP アドレス、それにポート番号などになるわ。外部から見た IP アドレスとポート番号は ICE の仕様に沿った公共のサーバーがあるからそこで確認することができるの。情報が揃ったらそれをお互いに交換して、同時に接続を試みることでコネクションを確立するわ。お互いに情報を交換してから接続するんです？それだと順番が逆ですよね？接続しないと情報を交換できないじゃないですか。その、相手からの接続に必要な情報が長いシグナリングコードの正体なのよ。なるほど、WebRTC の接続を確立する前だから、別の経路で情報を交換する必要があるんですね。そういうこと。このシグナリングコードの交換をサーバー経由でやればもっと便利なんだけど、サーバーの用意にはもう少し時間がかかるわ。UNON では WebRTC の通信を行うために WebRTC-RS というクレートを使用しているわ。WebRTC-RS は Chrome や Firefox などの WebRTC 実装とは独立した、ラストで書かれた実装よ。API が JavaScript の API と似せてあって、JavaScript の実装と似たようなコードを書くことができるの。それは使いやすそうですね。それがそうでもなくて、JavaScript は GC 持ちの言語でクロージャーを簡単に扱えるから、コールバックを多用した API になっているわ。それに対してラストは GC を持たない言語で、クロージャーの扱いも JavaScript とは異なり、定義や所有者を明確にすることが求められるわね。だから JavaScript そのままの API はラストにとってとても使いにくいのよ。なるほど。しょうがないから、UNON で使うにあたっては、チャンネルを多用してクロージャーを吸収することで、Async による非同期処理や同期処理による待ち合わせを行うようにしたわ。ここの設計を安定させるのには結構苦労したわね。そうだったんですね。UNON では開発言語にラストを採用しているんだけど、このようなモッドの作成では普段では発生しないようなことが起きるわ。ラストには所有権の仕組みがあり、読み取り専用の参照を複数持つことができるけど、書き込み可能な&ミュータブル参照は一つしか持てないという話をしたわね。これは、処理の整合性を保つのと同時に、コンパイラーにより処理の最適化をする際のヒントになるわ。ではもしこの所有権を破って、&ミュータブル参照の外側で値を書き換えたら？どうなるんです？コンパイラーによる最適化で、ソースコードの見た目とは違う予期しない動作をする可能性があるわ。UNON は 10ON の本来の処理と独自の処理を組み合わせるから、ラストの処理の間に 10ON 本来の処理を間に挟むと、参照の外側で値の書き換えをしてしまうケースがあるのよ。こういうケースでは、ラッパー関数にコード上では使わない&ミュータブル参照を渡すなどをして、コンパイラーにうまくヒントを与える必要があったわ。なるほど、ラストにもそういう苦労があるんですね。今回追加した観戦機能で、オンライン対戦がしやすくなったと思うから、色々な大会が開催されてほしいわね。大会ルールの考察も楽しそうですね。これからも東方プロジェクトに関するツールの開発や、プログラミング関連の話をしていくから、今回の話が良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をしていってちょうだい。内容について感想や取り上げてほしいことがあればコメントをしていただけると嬉しいです。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。